皆さんこんにちは、ヌハと申します。久しぶりに日本語で動画を作りに来てるんですね。私と親しいなら過去に日本語で動画を作った時間は多いことが知ってるはずなんですが、日本語が勉強し止めたし、動画も作り止めたんですね。でも今回本当に動画を作って消さないと思います。でも今日本語能力練習しないで日本語が上手になってきた、下手になってきた、そういうことを言わないで、大事なことは今回はメッセージですね。じゃあ今よく語ることができるように iPhone を書いておきました。ちょっとペラペラに語ればいいですね。じゃあメッセージは趣味を話さないで、趣味を諦めないでっていうメッセージなんですね。じゃあ私のストーリーは、日本語を勉強していた頃は11歳でした。5年間経ってきたんですね。その頃で日本語を勉強するための力が本当に強くて、今振り返って変えて考えたら、方法なんて全て忘れて、自分の情熱と専念などしか思い出せません。それでその頃は暇な時間を全部勉強するために捧げたそうなのに、考えながら大変なほどに難しくなかった気持ちがおります。今も日本語を習うことの頃よりまた他のことについて熱くなっていないと思います。でもその頃は2年半の間しか続いて、力を過ぎたものではないし、日本語を勉強し止めた理由は、興味を失いました。悪いことじゃないのに、なんか今も日本語を勉強するなんか興味がまだないって思うんですが、今振り返って考えたらまだ後悔するんですね。勉強し止めることが後悔します。無意味な理由でよく語ってるかもしれないんですが、愚かな理由だと思います。趣味なんてことは好きな人と関係することのみたいだと思います。私の意見です。難しくなる時間が来るし、本当にこの人が好きかなって思うこともあるし、怒って別れたいっていう望みも感じます。それで別れればその方を忘れにくくなります。それが私の意見で、日本語を勉強し止めた頃はそんな気分が感じたと思います。勉強するための興味がないけど、日本語のことを決して忘れるようになることができなかったです。関係の話で、互いに愛したり、問題を漢字が読めない、問題がなんか直して気分が直したら恨みを許したり、そんなことをして本当によく感じると思います。日本語がマジで下手になってきたんです。今見て、前は、過去にはいろいろなことについてよく語ることができたんですが、今勉強しないし語りにくくなっていますよ。台本も書いてきたんですが、なんか怒っていますよ。関係をする
ことと勉強することと別のことだと知ってるんです。興味が失ったのに続いた方がいいって思います。後悔しますよ。過去に専念した趣味を諦めるかっていう考えがあればしないっていう意見を教えたいですね。みんなに諦めないでいいって教えたいです。字幕が作るので私の話が理解しないなら字幕読んでください。新鮮なことじゃないと思うんですが、子供だしもっとみんなが聞こえたら同意したら、好きと思います。本当に下手になってきたんですね。恥ずかしいですよ。過去の動画は本当に上手だったのに趣味を諦めないで、本当にこの動画を消さないので見てメッセージを受けてください。それは以上ですね。じゃあバイバイ、またね。登録して、ライクして。日本でライクはいいねっていうボタンだと思う。登録して、いいねっていうボタンを押してメッセージを来たらいい。バイバイ。